皆さん、朝鮮学校って聞いたことありますよね。全国で70校近くあるらしいんですが、本日ここに N さんを招待しまして、朝鮮学校卒業生の方なんですけれども、どういった事情があったのかを聞いていきたいと思います。そしたら N さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近、朝鮮学校を卒業しました。小学校に値する初級部というところから、高校に値する高級部というところまで12年間通いました。まず一番最初の質問は、なぜ朝鮮学校に通うことになったのか。自分にそこまで決定権があるわけでもなくて、大体親の意思、親も卒業生なんで、親が朝鮮学校で自分の民族の歴史とか文化とか言葉を学びながら、良かった思い出があるから子供にもそれをさせたくて通わせたんだろうな。あとは、あの頃の時代は朝鮮人なら朝鮮学校に通うっていう、そういう考え方が、今よりか強かったんじゃないかなというのも背景にあると思います。ありがとうございます。親の方は自分のアイデンティティを朝鮮って形で持っていて、自分の子供も朝鮮の学校に通わせたいみたいな感じでしたか？そうですね。家族の上の代のバックグラウンド、ヒストーリーみたいなところで言うとどんな感じでしょう？一世が韓国のチョンサンブットっていう地方から渡ってきたらしくて、理世、自分のおじいちゃんとおばあちゃんに値する世代なんですけど、2世は最初は日本学校に通っていて、後で朝鮮学校ができたから朝鮮学校にっていう感じになっていて、多分、小学校から朝鮮学校に通ってます。昔の帝国時代から日本に渡ってきて、その日本で定着してるイメージですね。そうですね。ありがとうございます。通ってて辞めたいなみたいな瞬間はなかったですか？ N さん的に。何回もありましたけど、なんだかんだ正直偏ってましたけど、それでも歴史とか学ぶのは好きでしたし、修学旅行で北朝鮮に一回行ってみたいなっていうのがあって、それで高校まで残ったっていうのも一つあったんですけど、ただ朝鮮学校に対して、評価するとしたら50点っていう感じですかね。いいところ5で悪いところ5みたいな愛憎両方あります。ちなみにその辞めようかなってなった時期は何があったんですか？自分と似たようなタイプの友達がみんな辞めていくんです。それは日本の学校に通いたいっていうイメージですか？そうですね。みんな日本の学校に通いたい。自分も含めて変わってる人たちだったので、変わってる人たちはみんな浮いてしまって居づらくて、日本の学校に行ってしまった人多かったです。朝鮮学校の中で浮いてしまうっていうのは言える範囲でいいんですけれども、例えば思想とか、例えば日本の大学に行きたいだ、そういったイメージですか？それもありますし、朝鮮学校の雰囲気として体育会系的な雰囲気が強くて、オタクとか、そういう人たちはちょっと、そもそも朝鮮学校は何をするところですか？なぜ朝鮮学校が存在するのか。一番は朝鮮民族の言葉と文化と歴史を学ぶっていうところにあるんですけど、一世の考え方は多分そうだったはずなんですよ。それがソ連という組織が力を持ってしまうことで、その内容が演出してしまったところはあって、そのソ連という組織は北朝鮮と密接な関係を持つことで、結局愛国とか民族を愛する一方で北朝鮮ということになってきたんじゃないかなと思います。悪い噂で言うと、スパイを養成する学校だみたいな話も出たりとかするんですけれども、僕の認識では北朝鮮の思想教育はありつつも受け取ってもいいし受け取らなくてもいいみたいな認識でいるんですけれども、実際そうです。バリバリ信じてるような人もいるんですけど、陰で笑ってたりするような、自分も含めてそういう人も一定数います。ありがとうございます。次の質問がですね、どんな人が朝鮮学校に通っていたのかというところで、N さんは上からずっと通っててあったと思うんですけれども、周りの人たちはどうでしたか？周りもみんな似たような感じでしたけど、上の代が通ってて、この民族教育を子供にもさせたいって、子供も自然と入って、それ合わないなって子供たちは途中で離脱する。そうです。昔は冷戦の構図の中で北朝鮮に寄ってしまうのも仕方がない面もあったと思うんですけど、今はもう冷戦が終わって時代が変わったのにずっと教育は変わってないので、そこを親もそうですし子供も適応できない人たちはドロップアウトしてしまうような構図にやってきてると思います。ありがとうございます。N さんは自分の子供を朝鮮学校に通わせたいのか？友達と一緒に話したりもするんですけど、通わせたくないかな。それは周りの人とも似たような反応ですか？自分の中の人たちはそうです。その理由とは？教育内容が変わってない。で、生の頃からの大遅れな教育内容と変わっていない。自分にとってはそこが一番大きい。
進路だったりとか、そういったところにも結構不満足だったんですか？そうですね。学生数がもうどんどん減っているっていうのがあるんですけど、朝鮮学校にエスカレーターでそのまま行かせるっていう、特に中級部から高級部に行くときと、高級部から朝鮮大学校に行くときに勧誘が激しいんですよ。自分がそこまでだったんですけど、特に革新と言われているような、本学校でいう学級委員とかしてるような、先生に一目置かれている人たちは、エリートみたいな存在なんで、勧誘は激しかったですね。どういう勧誘ですか？非常に訴えかけてくるような、じゃあ、民族が団結しないと、そうな感じですかね。じゃあ朝鮮学校の中にも、朝鮮学校大好きな人もいれば、あんまり好きじゃないな、みたいな人もいると思うんです。好きでないの割合を見ると、どういうイメージでしたか？すべて似たような割合だったと思います。本気で日本人になりたがるくらい偉大な人、民族教育の重要性はわかるけど、北朝鮮に寄りすぎているところが良くないよねっていう人、普通に韓国を支持する人、北朝鮮とか朝鮮学校を支持する人みたいな感じで、あとは全部そういうもの関係なく地球人として生きようとする人みたいな感じで分けられると思います。全部似たような割合。ちなみに N さんは自分のアイデンティティをどのように考えていますか？自分は朝鮮民族として、旧朝鮮1900年代までの朝鮮ってことですよね。そうですね。じゃあ僕は韓国で生まれて韓国から日本に来た人なんですけれども、僕を見てなんかどういう気分なのか、同じ民族の人だなみたいな感じですか？そうですね。結局、本来は一つだったのに、冷戦によって望まない形で分担してしまったじゃないですか。また、植民地時代にいろいろな国に朝鮮民族地が移民して、それが高麗人になったり、中国の朝鮮族になったり、今自分のような在日コリアンのようになったと思うんですけど、本質的にはみんな一緒だと思うんですよ。なのでみんな同じ朝鮮民族だというふうに思ってます。ありがとうございます。最後なんですけれども、朝鮮学校って話を聞くとどんどん消滅していくんじゃないかなと思っています。その辺の感触どうなのかっていうところと、朝鮮学校今どういう取り組みをしているのかっていうのが気になりました。特に具体的な解決策というのが出ているような感じはなくて、最近自分はもうソ連の方からも距離を置いているので、事情がわからなくなってきてるんですけど、あんまり変わらなそうだなっていう、年々減少のペースは加速してるなと思います。ありがとうございます。やはり朝鮮学校、出る人はいるけど、入る人がどんどん少なくなってるというか。少子高齢化と教育内容が現実と合ってなくて自分みたいな考え方をする人が卒業生の中にも増えてきてるので、大体朝鮮学校は、日本人を入れるわけでもないし、韓国人を入れるわけでもないので、卒業生の子供が入るっていうことになるじゃないですか。なので、卒業生たち考え方が自分みたいな考え方が多くなってくると嬉しいのかなと。ありがとうございます。今回の動画はここまでしたいと思うんですけれども、僕は今の話を聞いて、やはり朝鮮学校の中にもいろんな考え方の人がいるな。朝鮮学校好きな人もいれば、好きではない人もいて、朝鮮学校を卒業しても応援する人と距離を置く人、いろんな人がいるなと思いながら、いました。なので、朝鮮学校はこうだっていうのが難しいかもしれません。これを見てる視聴者の皆さんはどういうことを考えてたのか、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。N さん、お時間いただきありがとうございました。